元気ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの鍵野貴彦です。さて、今回は合気道の話をしたいと思います。さて、その合気道なんですけれども、今やですね、多くの方、全世界にですね、もう何百万人という方がね、修行しておられる、柔道、そして剣道、空手、同じぐらいもう世界に普及している武道でございます、合気道なんですが、私も20年間ほど修行をさせていただきました。で、私のですね、兄弟弟子もですね、今各地で指導したりですね、道場を持ったりして、本当に技を守ってくれています。本当にありがたいものでございます。その合気道なんですが、上柴森平さんという方がですね、作られた武道で、その上柴森平、私どもは王先生というふうにね、称しておりますけれども、王先生がですね、柔術、剣術、さまざまなですね、修練をいたしまして、そこにですね、大森時代であったりですね、神道であったり、そういったエッセンスを加えまして、合気道という形を作ったんですね。で、そこにですね、またたくさんの方が修行に来られました。その一昔前はですね、柔道とか空手とかね、そういった他武道の猛者がですね、習いに来た武術なんですよ。ですから、今回はですね、そういった方々をですね、ちょっと列挙してですね、ご案内をさせていただきたいと思います。今回ご案内するですね、上柴森平、王先生のですね、皇帝と言われているね、非常に有名なお弟子さん、私からすると、大先生なんですけれども、その方々をですね、何人かご紹介したいと思います。まずですね、富木健二さん、それから塩田剛三さん、そして東平光一さん、さらには上柴吉祥丸さん、そして私の最高社員でございます、斉藤森弘さん、この辺りの方々をですね、ご紹介させていただきたいと思います。皇帝でございますね。合気道の普及にはですね、もうなくてはならない方々でございます。まず先ほど申し上げたですね、王先生、上柴森平王がですね、作られた合気道、どんどん普及していったんですけれども、その背景にですね、まず順を追ってね、紹介したいと思います。そうだな、入門した順、そして年齢の順からご紹介しましょうか。まずですね、そういった意味ではですね、富木健二さんという方がおられます。富木健二先生はですね、合気道を競技化したんです。実は、柔道の父と言われております加納治五郎さんから行けと、上柴の下で修行をしてこいと言われてですね、送り出されたのがですね、富木健二さんなんですよ。で、富木健二先生はですから元柔道家です。王先生の下で修行をしまして、最初に8段をもらったそうですね。王先生から8段をもらった。そして高等官からも8段をもらっている、富木健二先生なんですね。富木健二先生は1900年生まれ、3月の15日生まれで、1926年に入門をしたわけです。で、1940年に8段を取得ということですね。ですから、柔道がベースになって、そこにその合気道のエッセンスを加え、ね、その富木健二先生は競技化ということでですね、また新しいジャンルを作りました。実際見たことはないんですが、ビデオで見ますと非常に稽古形態もしっかりしてますね。これが富木健二先生です。続きまして、今度はね、塩田剛三先生。もうこの方は有名ですね。今やその漫画にもなってます。合気道の神様と言われているね、塩田剛三先生は1915年の9月の9日生まれ、そして、1932年に入門しています。塩田剛三先生はですね、王先生も小さかったんですよ。150センチ少々しかなかったんですがね、とにかく強い、ね、近代最後の武道家と言われた方なんですけども、塩田剛三先生は154センチ46キロ、ね、王先生とですね、大体同じぐらいのサイズ、非常に小さいんですが、この方もですね、王先生と会った時に、柔道三段だったのかな、腕っぷちに自信があってですね、王先生の演舞を見た時にですね、なんだこんなのインチキじゃねえかって心の中で思ったんですって。それを王先生が察したらしくて、ちょっと一回やりませんかと、自由に打ってきて結構ですと言ったそうなんですね。で、思い切ってね、金敵を蹴り上げていったんですって。その瞬間にね、遥か彼方まで飛ばされたそうです。それですごいと思って即入門をしたのが塩田剛三先生だそうです。
で塩田先生は8年間、開祖の下で修行いたしまして、そして、自分のエッセンスを加えたんですね。一回戻ってまた体系的にまとめたというのもあるんですけれども、で、ちょうど1955年ですか、養親館を立ち上げたんです。自分なりのものを作ったんですね。王先生のその合気道をベースに自分のエッセンスを加えてですね、養親館というのを作りました。よくビデオに出てますよね。金魚の動きを見てですね、その動きをマスターする、最終的には円運動であるんだということをね、とにかく研究したという逸話があるぐらい、すごい武術家、この方もですね、実践経験が大いにある方。これ今ご紹介した6名の大先生はみんな実践経験がありますからね。昔の方はそうだったんですよ。だから凄みがあるわけですよ。はい。その塩田剛三先生ですよね。この方も元柔道家ということなんで、最終的には作り上げたのが今養親館というところで残ってます。これも非常にね、実践的ですし、今警視庁、機動隊などがですね、この養親館の指導を受けてますね。本当に実践的な合気道です。素晴らしいと思います。そしてもう一人、東平浩一先生ですね。東平浩一先生、1920年の1月の20日生まれですね。1939年に入門されています。この方はですね、初めて開祖から10段を、許された方と言われてますね。この方もすごかった。ハワイとかアメリカでですね、実際に教えていらっしゃいました。指導しました。で、1971年にですね、木野研究会ということで立ち上げたんですね。木野研究会、心身統一合気道だったかなという名前で立ち上げたんですね。どちらかというとですね、精神の方ですね、気持ち、気の方、これを重視した方だと思います。で、特筆すべきは、プロ野球の ON 王さんであったり、長嶋さんであったり、広岡さんであったり、荒川さんであったりね、荒川さんが王さんの、指導をしましたけど、これ有名なんですが、その方々は皆さん東平浩一先生の指導を仰いでいるそうです。よく荒川さんのですね、自叙伝等々にその合気道の話が出てくるんですけど、これは東平先生の木野研究会の流れを組んでいるようですね。次はですね、吉祥丸先生。吉祥丸先生、上柴吉祥丸先生というのは上柴森平先生の息子さんです。2代目道主ということになりました。1921年の6月の27日生まれ、2代目道主ですね。2代目道主、開祖の三男として誕生されました。で、1948年に、本部というのを新宿に作ったんです。で、最初は岩間というね、茨城県の里でですね、これは合気会というのを作り上げたんですね。王先生が合気道を作り上げた合気会というのを、解消して合気会というのを作って岩間でやってたんですが、よし、東京にも普及のために行こうと言ったのが、息子の吉祥丸先生ですね。吉祥丸先生が行きまして、本部道場長に就任されたと。ちなみに合気会の初代の理事長は先ほど申し上げた富木健二先生です。こういった流れがあるんです。で、吉祥丸先生も普及のため、ハワイに行ったりフランスに行ったりね、ビルマに行ったりしてどんどん広げていきました。現在の合気道人口の 80% がね、その合気界であると言われてますね。それぐらい大きな勢力になりました。初代道主がその開祖である上柴森平先生です。さあ、そしてですね、斉藤森弘先生、この方が私のね、最高師範でございます。1928年3月の31日生まれ、1946年に入門を果たしております。開祖がですね、お亡くなりになるまでずっと仕えていたのが斉藤先生なんです。ですから、開祖の技をですね、一番習得してしまったと。23年間修行すればバカでも覚えられるぞとね、お酒の席で聞いたことがあります。それぐらいもう全てをね、吸収してしまいました。特に武器技というのがあるんですね。他流派の方ではあまり教えられる方が少ないと思うんですが、斉藤先生は全部それをですね、開祖からも免許皆伝と呼ばれますからね、指導を許された唯一の先生なんですけど、武器技という例えば上剣であったりね、全てそれをですねマスターしたのが斉藤先生でございます。斉藤森弘先生、外国人が言ったんですよ。岩間スタイル、本部スタイルっていうんですね。硬い稽古っていうのがあるんですね。硬い稽古っていうのは相手に一歩譲った状態、自分が不利な状態でさばけないと意味がないということでがっちり握らすんですよ。そこからさばけて技に仕上げないと本当の技、実践の技として使えないよということで、もう基本中の基本なんです。基本中の基本、これをやっているのが実は岩間です。
その岩間を守っていたのが斉藤先生で、斉藤先生のことを外国人は岩間スタイルで、吉祥丸先生が言った本部スタイル、同じ合気会であるんですがちょっと違うんです。稽古形態が、本部はどちらかというとその硬い稽古よりも流れの稽古を重視してますね。流れと動きの稽古ね。開祖はただこう言ったんです。流れの稽古は3段以上ね、硬い稽古があるから今のわしがあるんじゃというふうに言っておりました。ですから硬い稽古は合気道の中では、これは書くことのできないものなんです。私はそう教えられたんでその通りに思ってます。でないとね、やはりしっかりした技が身につきません。実際にやはり使えないと意味がないですから、武術ですからね、武術ですから、命のやり取りをする稽古なんで武術ですから、これはねやはり私もそう思ってます、ね、技はしっかりゆっくり丁寧にというふうに指導を受けました。スピードは後からついてくると、まずはじっくり本物の型をしっかりと学べということで言われましたんで、それ結構きついんですよ。相手に一歩譲った状態でですね、これは力じゃありませんからね、合理的に。じゃあなぜそうなるのかということを体にですね本当に染み込ませるぐらいやるんです。これ結構辛い稽古なんですよ。でもそれがあるから私も自信がつきました。あ、使えるようになったぞと、そんな感じになったわけですよ。で、いいか悪いか別にして、本部はちょっとそれをね割愛してしまって流れの稽古なんで、いろんな合気道があっていいと思いますけれどもね、例えば健康のためにするんであればそういった流れの稽古から入ってもいいでしょうしね。女性であればねちょっと華麗に見せたいなっていうんであればそれはそれで結構なんですが、私の考えはねやはり武術ですから使えないと意味がないと思ってね、やっておりますのでね、斉藤先生のそのやり方が非常にしっくりきました。で今それを受け継いでいるのが、息子さん人弘先生。人弘先生は独立されまして、合気界から独立をされまして、今岩間新進合気修練会というのをね作られまして、の岩間の技をずっと守っておられます。非常にありがたいわけです。さあというような、方々がおられまして、たくさんの合気道があるんです。たくさんの合気道があって、これから、合気道を学びたいという方はですね、どの合気道を学んでもいいと思います。ただしっかりと見てくださいね。自分に合ったものはどうか取捨選択されたらいいんじゃないかなというふうに思います。ただ私におきましてはね、やはり使えないと意味がないと思ってます。かつて塩田剛三先生もこんなことを言っておられましたね。運動ではダメなんだと、やはり使えなきゃダメなんだよということで、ですから塩田先生も斉藤先生と同じようにね、やはり実践で使えなきゃ意味がないということで、非常に厳しい鍛錬を課している道場ではなかろうかというふうに思いますね。ですから私は今ね YouTube を見ますといろんな方が合気道を出してますけれども、やはり利合にのっとったね合気道じゃなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。そこはやはりしっかりとね守っていただきたいなというふうに思って見てます。これからまた合気道もね普及していくでしょうけども、ちょっとね私が悔しいのはね、タブ道に結構舐められるんですよ。あんなの使い物にならないとかね結構言われたことあります。でそのために悔しい思いをしてですね、よしと思って本当にそれで本気になってね稽古をした覚えがあるんですが、ちょっと誤解されやすいんですね。それをね払拭してくれたのがね、ある意味ねスティーブン・セガールですよ。彼は自分の映画の中でですね合気道の技をふんだんに入れてます。で彼は合気道7段なんですけども、で彼のおかげでですね何かちょっとね、そういう意味で払拭できたかなというふうに思いますね。スティーブン・セガールの特にですね刑事2項っていうのはね、もう初っ端から合気道の路面からスタートしてますので、もしよろしければそのね刑事2項というのをですねちょっと、ダウンロードしていただくなりね、借りていただくなりしましてですね見ていただければというふうに思います。いろんな合気道がありますけれどもね、やはり基本をしっかりと学んでいただきましてね、役立てていただきたいと思います。今回はちょっと熱くなりましたけれども、合気道についてご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。